歴史の闇。シュメール人はどこへ消えたのか。古代文明に隠された人類失踪の謎。シュメール文明、それは世界最古の文明とされ、紀元前3000年頃に現在のイラク南部で花開いた驚異的な文化です。世界で初めて文字を発明し、都市国家を形成し、天文学や数学に精通していた彼ら。しかしその文明の中心にいたシュメール人は、ある時期を境に歴史の舞台から姿を消しました。彼らは一体どこへ行ったのでしょうか。今回はシュメール人の失踪にまつわる謎とともに、彼らが築き上げた高度な文明を紐解いていきます。シュメール人の行方に関する多くの説、地球外生命体アヌンナキとの関係を示唆する都市伝説や洪水神話に隠された秘密、そして環境破壊による文明崩壊、それらを一つ一つ掘り下げ、歴史の闇に光を当てていきます。またシュメール文明は現代社会にも多くの影響を与えています。彼らが残したくさび型文字は世界最古の文字記録として歴史学者たちを魅了し、神話に登場する天空の船やジックラとは現代の宗教や科学にも多大な影響を及ぼしています。その一方で粘土板に残された記述には、彼らが突然消えた理由を暗示する内容も含まれているのです。皆さんはシュメール人が本当に地球外生命体と接触していたと信じますか。それとも自然災害が彼らを追い詰めたと考えますか。今回は歴史的事実と都市伝説を融合させた壮大なスケールの物語をお届けします。シュメール人がどのようにして歴史の闇に消えていったのか、その謎を一緒に解き明かしていきましょう。次に登場するのはシュメール人の失踪にまつわる都市伝説や噂話です。天空の船や地球外生命体との接触といったミステリアスな話題を通して、彼らの行方について最初の手がかりをつかんでいきます。第1章、シュメール文明とは何か。1、シュメール文明の誕生と発展。メソポタミア地方、いわゆる肥沃な三日月地帯に位置するシュメール文明は世界最古の都市文明として知られています。ウルク、ラガシュといった都市国家は紀元前3100年頃に登場しました。これらの都市は灌漑農業を基盤とし、河川の水を効率的に利用して農業生産を大幅に向上させました。結果として多くの余剰食料が生まれ、それが都市の人口増加や社会の分業化を促しました。またシュメール人はくさび型文字を発明し、それを使って記録を残しました。この文字の登場は経済活動、法、宗教的儀式の記録など文明の基盤となる情報の蓄積を可能にしました。ウルクの王ギルガメシュが語られるギルガメシュ叙事詩もこのくさび型文字によって伝えられたものです。2、神々とのつながり。アヌンナキの存在。シュメール人の世界観の中心にはアヌンナキと呼ばれる神々がいました。アヌンナキはシュメール神話に登場する天空や地球、冥界を支配する神々の総称で、彼らは人類を創造した存在とされています。特にアヌンナキの中でも重要な役割を果たすエンリルとエンキという2柱の神がいます。エンリルは嵐や風を司る神であり、シュメール人にとって絶対的な権威を持つ存在でした。一方でエンキは知恵や創造を司り、人間に文明や技術を授けたとされています。これらの神話は現代の宗教における創造神話とも多くの共通点を持っています。3、文明崩壊への序章。シュメール文明はその華やかな文化や技術に支えられながらも長く存続することができませんでした。その原因として内部抗争や環境破壊が挙げられます。シュメールの都市国家は互いに争いを繰り返し、政治的な統一が困難でした。また灌漑農業の影響で塩害が発生し、土地の肥沃度が低下したことも文明の衰退を招いた要因とされています。次の章ではシュメール人の失踪にまつわる都市伝説や噂話に焦点を当てます。第2章、噂話と都市伝説が語るシュメール人の謎。シュメール人の失踪にまつわる謎は科学的な視点だけでなく、数多くの都市伝説や噂話を生んでいます。これらの説は確たる証拠に基づいているわけではありませんが、そのミステリアスな魅力で多くの人々を引きつけています。この章では特に話題となっている3つの噂話や都市伝説について掘り下げていきます。1、アヌンナキと天空の船伝説。シュメール神話に登場する
アヌンナキは天から降り立った存在として語られています。一部の研究者や都市伝説愛好家の間では、アヌンナキは地球外生命体であり、人類の創造やシュメール文明の発展に深く関与したとする説が根強く支持されています。粘土板に描かれたアヌンナキの姿や、彼らが使用したとされる天空の船の描写がこの説を後押ししています。シュメール神話には、天から地上へ降りてきた神々が特別な技術を持って地上に都市を築いたという記述がいくつも存在します。これを宇宙船と解釈する説が生まれたのです。さらに一部の粘土板には、現代のロケットのような構造物を彷彿とさせる絵が刻まれているとされています。これらの図形が本当にシュメール人の想像力から生まれたものなのか、それとも実際に目撃した現象を記録したものなのかは定かではありません。しかしシュメール人がアヌンナキと共に天空に連れ去られたという都市伝説は、謎めいた魅力で多くの人々を引きつけています。2、粘土板に隠された予言の謎。シュメールの粘土板には、単なる歴史や記録だけでなく、未来に関する記述が含まれているという説もあります。特に話題となっているのが、人類が滅亡する日を予言しているという粘土板の存在です。この板に記された内容によると、ある時天から炎が降り注ぎ、大地は割れ、人々は姿を消すとされています。この記述が具体的に何を指しているのかは不明ですが、一部の解釈では大規模な隕石の衝突や火山の噴火と結びつけられています。またこの予言がシュメール文明そのものの崩壊を指している可能性もあります。粘土板に残された神々の怒りに関する記述は、自然災害がシュメール人の失踪と関連している可能性を示唆しているとも言われています。さらに興味深いのは、この粘土板が現代の天文学者たちによって一部解読され、シュメール人が高度な天文学的知識を持っていたことが確認されている点です。例えば太陽系の惑星の位置や周期に関する記述が驚くほど正確であり、これがアヌンナキの知識によるものではないかという説をさらに強固なものにしています。3、失われた都市エリドの謎。シュメール文明の最古の都市とされるエリドは、現在のイラク南部にその遺跡を残しています。しかしこの都市が突然放棄された理由は未だに解明されていません。一部の説では、エリドの住民たちが天からの声を聞き、それに従って都市を離れたとされています。またエリドに残された遺跡の中には、不思議なシンボルや彫刻が多数見つかっています。これらの中には、シュメール神話に登場する神殿や天空の船を描いたと思われるものが含まれており、シュメール人が宇宙との関わりを持っていた証拠ではないかとする声もあります。さらにはエリド周辺の地層を調査したところ、異常な放射線量が検出されたという報告もあります。これが本当であれば、エリドの放棄は単なる環境的な理由ではなく、何らかの特殊な現象によるものである可能性が浮上します。この放射線が自然現象によるものか、それともアヌンナキの存在に関係しているのかは未解明のままです。これらの都市伝説や噂話は、シュメール人の失踪にまつわる謎をさらに深めるものであり、歴史的事実と想像の境界線を曖昧にしています。次章ではこれらの噂話を一歩踏み込んで、科学的視点からシュメール文明の衰退と失踪の真相に迫ります。果たしてシュメール人は単なる環境変化によって滅びたのか、それとももっと壮大な秘密が隠されているのでしょうか。第3章、シュメール人の失踪に関する科学的視点。シュメール文明が突如として消滅した理由を探る上で、科学的な視点も欠かせません。噂話や都市伝説では神秘的な側面が注目されがちですが、現代の考古学や地質学はより現実的な理由を提示しています。シュメール人が歴史の表舞台から姿を消した背景には、環境問題や自然災害、外部勢力との争いといった現実的な要因が潜んでいるのです。この章では3つの主要な科学的説を取り上げ、その真相を深掘りします。1、環境破壊と塩害の広がり。シュメール文明の基盤はティグリス川とユーフラテス川の恵みを利用した灌漑農業にありました。しかしこの灌漑システムが長期にわたって使用される中で、思わぬ副作用が生じました。それが塩害です。灌漑によって運ばれた水は蒸発する際、地表に塩分を残します。この塩分が蓄積されることで、土壌が徐々に劣化し、作物が育たなくなっていきました。
考古学者たちの研究によると、紀元前2300年頃からシュメール地域の収穫量は著しく減少し、最終的には穀物栽培がほぼ不可能な状態に陥ったと言われています。さらに、塩害による土壌の劣化は人口の都市集中を引き起こし、資源をめぐる争いを激化させる要因ともなりました。シュメール人は生活の基盤である農業を維持するために他の地域への移住を余儀なくされた可能性があります。この環境破壊の影響が文明全体の崩壊につながったと考えられているのです。2、気候変動の影響。もう一つの有力な説は、シュメール文明が 4.2000 年イベントと呼ばれる大規模な気候変動の影響を受けたというものです。このイベントは地球規模での乾燥化が進行した時期であり、多くの古代文明が影響を受けたとされています。この気候変動によってメソポタミア地域は大規模な干ばつに見舞われました。降水量の減少により川の水量が減り、灌漑に必要な水を確保することが困難になったのです。これにより農業生産がさらに悪化し、シュメール人は飢餓や内乱に直面することになりました。このような環境的ストレスが長期間続いた結果、都市国家同士の対立が激化し、シュメール人は次第に他の地域へと分散していった可能性があります。シュメール文明は完全に消滅したわけではなく、その文化や技術は周辺地域に受け継がれていったという見方もあります。3、外部勢力との争い。シュメール文明の衰退には外部勢力の侵入が大きく影響したという説もあります。シュメールの都市国家は紀元前2300年頃にアッカド帝国の侵攻を受け、最終的にその支配下に入りました。アッカド帝国の王サルゴンはシュメールの都市を統一しましたが、シュメール人の文化や自治は次第に失われていきました。またその後もアムル人やエラム人といった外部勢力がシュメール地域を支配し、シュメール人は他の民族との同化が進んでいきました。特にアムル人の台頭によってシュメール人の独自性は失われ、次第に歴史の表舞台から姿を消していったのです。興味深いのは、これらの外部勢力がシュメール文明の技術や文化を取り入れ、後のメソポタミア文明に多大な影響を与えた点です。シュメール人が失踪したというより、その存在が別の形で継承されていったと考えることもできます。4、シュメール文明の消滅が現代に与える教訓。科学的な視点で見ると、シュメール文明の消滅は現代社会への重要な教訓を提示しています。特に環境破壊や気候変動が社会に与える影響は、私たちが直面している問題とも重なります。シュメール人が環境の変化に対応できなかったように、私たちも同じ過ちを繰り返す危険性があるのです。また外部勢力との争いによって文化が消滅するという歴史は、戦争や国際関係の中で文化やアイデンティティを守ることの重要性を教えてくれます。シュメール人の歴史を振り返ることは、現代社会が持つリスクと向き合うための貴重な手がかりとなるでしょう。次章では神話の中で語られるシュメール人の運命に焦点を当てます。アヌンナキや天空の船に関する伝説、さらにはシュメール神話が現代宗教に与えた影響について掘り下げていきます。果たして神話の中にシュメール人が失踪した理由を示すヒントが隠されているのでしょうか。第4章、神話が語るシュメール人の運命。シュメール神話にはシュメール人の運命に関する手がかりが数多く記されています。神話は単なる伝説や物語ではなく、当時の人々が現実の出来事を解釈する手段でもありました。そのため神話を深掘りすることで、シュメール人の失踪に隠された真相を解き明かすヒントが見えてきます。この章ではアヌンナキや天空の船、そして現代宗教に影響を与えたシュメール神話のエピソードを紹介します。1、アヌンナキの神話。人類創造と滅亡。シュメール神話の中心的な存在であるアヌンナキは、天から降り立った神々として知られています。彼らは地上に秩序をもたらす存在とされ、シュメール人が築いた高度な文明の背景には、この神々の助けがあったと信じられていました。特に有名なのが人類創造神話です。アヌンナキは自分たちの労働を軽減するために人類を創造したとされています。しかし人類が増えすぎたり騒音を立てたりしたことに神々が怒り、最終的に大洪水を引き起こして多くの人々を滅ぼしたという記述があります。この神話は後に旧約聖書のノアの箱舟に影響を与えたとされる
シュメール版洪水物語の基盤にもなっています。興味深いのは、この神話に登場するアヌンナキが現代の一部の研究者や都市伝説の支持者によって地球外生命体と解釈されている点です。彼らの高度な知識と技術がシュメール文明の発展を支えたという主張は、シュメール人の失踪をアヌンナキが連れ去ったとする説の裏付けともされています。2、天空の船とシュメール人の消失。シュメール神話には、神々が天と地を行き来するために使った天空の船に関する記述があります。この船は、シュメール人の粘土板に描かれた奇妙な図形と関連づけられ、現代の宇宙船のようだと話題になっています。ある神話では、アヌンナキが天空の船に乗り、大洪水から選ばれた人々を救い出したとされています。このエピソードは、一部の研究者によってシュメール人の一部が地球外に移住したという大胆な説を生むきっかけとなりました。また、この天空の船は、天文学の知識を持つシュメール人が何らかの特殊な技術を用いて宇宙とのつながりを築いていたと考える人々の間で重要視されています。神話の記述が現実の出来事を反映しているとすれば、シュメール人の消失は単なる環境や戦争の問題ではなく、もっと大きな力が働いていた可能性も否定できません。3、現代宗教への影響と神話の教訓。シュメール神話は、後のメソポタミア文明や世界各地の宗教に多大な影響を与えました。例えば、洪水神話は旧約聖書に取り込まれ、ノアの箱舟という形で世界的に知られるようになりました。また、人類創造や天と地を結ぶ存在の記述は、古代ギリシャやエジプトの神話にも反映されています。シュメール人が残した神話の中には、彼らの運命や文明の消失についての暗示が隠されているとも言われています。例えば、人間の限界を超えた行動が神々の怒りを招くというテーマは、現代社会における環境破壊や過剰な消費文化への警告として読むこともできます。シュメール人が残した神話は、彼ら自身の失踪の原因を象徴的に描いたものかもしれません。4、シュメール神話が示す失踪のヒント。シュメール神話は、単なる物語としてではなく、彼らが実際に直面した現実を象徴的に記録している可能性があります。神々による大洪水、天空の船、そしてアヌンナキの創造と破壊の物語、これらすべてがシュメール人の失踪に関するヒントを提供しているのです。さらに、神話には人類の再生というテーマも含まれています。これは、シュメール人が消えたのではなく、彼らの文化や知識が別の形で受け継がれたことを示唆しているのかもしれません。実際、シュメール文明の影響は後のメソポタミア文明や現代社会に深く根付いており、彼らの足跡は確かに生き続けているのです。第5章、シュメール文明と聖書の関連性。シュメール文明と聖書の間には深い関連性があると考えられています。古代の神話や伝説が新たな文化や宗教に形を変えて受け継がれていく例は多く、シュメール人が残した物語もその一つです。シュメール神話は後のメソポタミア文明や旧約聖書に影響を与えたとされており、洪水神話やバベルノ島の物語など、私たちが知る神話の原型がシュメールにあったとも言われています。この章では、シュメールと聖書のつながりを掘り下げます。1、洪水神話の共通性。シュメールの粘土板に記された洪水神話は、旧約聖書のノアの箱舟と驚くほど似ています。このシュメール版洪水神話はギルガメシュ女子誌の一部に含まれており、そこではウートナ・ピシュティムという人物が主人公として登場します。神々が人間の騒音に起こり、地上を洪水で滅ぼそうと決めたとき、知恵の神エンキがウートナ・ピシュティムに船を作るよう警告します。ウートナ・ピシュティムは、家族や動物、そして貴重な財産を船に乗せ、洪水を生き延びました。この物語は、旧約聖書のノアの箱舟の物語とほぼ同じ構造を持っています。特に、洪水後に鳥を放ち、陸地を探すという場面は、両方の神話に共通しています。この類似性は偶然ではなく、シュメール神話がメソポタミアを通じて、ヘブライ文化に影響を与えた結果だと考えられています。この洪水神話は、文明のリセットや神の意志による浄化というメッセージを伝えるものであり、シュメール文明が経験した自然災害や環境変化を象徴的に描いているのかもしれません。2、バベルノ島とシュメールのジックラと。旧約聖書のバベルノ島は、人類が天まで届く塔を建設しようとしたが、神がその計画を妨げ、言語をバラバラにしたという物語です。
この物語のモデルとなったのがシュメール文明におけるジックラトであるという説があります。ジックラトはシュメールやメソポタミアの都市で建設された階段状の神殿で天と地を結ぶ象徴とされていました。特に有名なのがウルのジックラトで、その巨大な規模と精巧な設計は当時の建築技術の頂点を示しています。シュメール人にとってジックラトは神々への祈りや儀式を行うための重要な場所でした。聖書のバベルの塔はこのジックラトをモデルにしており、天に届く塔を建てるというモチーフはシュメール人が神々とつながろうとした信仰心の表れを反映していると考えられます。また言語の分断による人類の分散という聖書のエピソードはシュメール人が失踪した後、彼らの文化が広がったプロセスを象徴的に描いている可能性もあります。3. シュメール思想が宗教に与えた影響。シュメール文明の宗教観や世界観は後の宗教や哲学に大きな影響を与えました。例えばシュメール神話における人類創造の話では、人間が神々の労働を代わりに行うために作られたとされています。この物語は人間の有限性や神との依存関係というテーマを内包しており、旧約聖書や古代ギリシャ哲学における人間と神の関係にも通じるものがあります。さらにシュメールの死生観も注目すべきポイントです。シュメール人は死後の世界を暗く悲しい場所として描いており、現世を豊かに生きることに重きを置いていました。この考え方は古代エジプトやギリシャの死生観ともつながりがあり、後世の宗教思想にも影響を与えたと考えられています。4. シュメール文明と聖書を結ぶ鍵。シュメールと聖書をつなぐ鍵は共通のモチーフと文化の伝播にあります。シュメール文明が栄えたメソポタミアは古代世界の文化的な交差点であり、多くの思想や技術がここから広がりました。洪水神話やバベルの塔のような物語はシュメール人が残した文化遺産の一部であり、これらが新しい宗教や文明に取り入れられたのです。またシュメールの神々や神話が後世の文化に与えた影響を考えると、シュメール人の失踪は消滅ではなく新しい形での継承であったとも言えるでしょう。彼らの物語や思想は現代に至るまで形を変えて生き続けているのです。次章ではシュメール文明が現代社会にどのように影響を与えているのかを詳しく探っていきます。特に法律や天文学、農業技術など私たちの生活に根付いているシュメールの遺産について掘り下げます。果たしてシュメール人の知恵はどのように受け継がれてきたのでしょうか。第6章、シュメール文明の遺産と現代への影響。シュメール文明が歴史から姿を消した後も、その知恵や文化は後の文明に受け継がれ、現代社会にも大きな影響を与えています。彼らが発明したくさび型文字や法律、天文学の基礎的な概念は私たちの生活に密接に関わっています。この章ではシュメール文明が現代社会にもたらした遺産を掘り下げ、その重要性を紹介します。1. くさび型文字が生んだ情報社会の基盤。シュメール人が発明したくさび型文字は世界最古の文字体系の一つとして知られています。これは粘土板に刻まれた簡素な絵文字から始まり、次第に音や言葉を記録する複雑なシステムへと進化しました。くさび型文字は経済活動の記録や法的文書の作成に利用され、商取引や税の徴収などの複雑な社会システムを可能にしました。特にウルの法典は歴史上初めて文字で記録された法律の一つとされており、現代の法律体系の基礎となる考え方を提示しています。目には目を、歯には歯をという有名なハンムラビ法典もこのシュメール的な法の概念を継承しています。現代の情報社会も記録やデータの管理を基本としています。シュメール人が築いた情報管理の基盤は現代の行政やビジネスの仕組みにもその影響を及ぼしていると言えるでしょう。2. 天文学と時間の概念。シュメール人は天文学の分野でも卓越した知識を持っていました。彼らは太陽や月、星の動きを観測し、それに基づいて暦を作成しました。特に1年を12ヶ月、1週間を7日、1時間を60分とする時間の概念はシュメール人が考案したものが起源とされています。この時間の単位は現代のグローバルな社会でも使用されており、私たちの日常生活に欠かせないものとなっています。シュメール人の天文学的知識は後のバビロニアやギリシャ、さらにはイスラム世界を経てヨーロッパの科学革命へとつながり、
現代の天文学の基盤を築きました。3、農業技術の革新と灌漑システム。シュメール文明の経済の中心にあったのは農業です。彼らはティグリス川とユーフラテス川を利用した灌漑システムを開発し、砂漠地帯に豊かな農業地帯を作り出しました。この灌漑技術により、作物の収穫量が大幅に増加し、都市文明の発展を支える基盤となりました。現代の農業技術にも、シュメール人が考案した灌漑技術の影響が見られます。水を効率的に管理し、土地を最大限に活用する方法は、持続可能な農業の基本的な考え方として現在も受け継がれています。また、シュメール人が開発した農具や農業手法も農業の進化に大きく貢献しました。4、神話と文化の伝承。シュメール神話は単なる物語としてだけでなく、後の文明における思想や宗教観に深く影響を与えました。例えば、シュメールの洪水神話や創造神話は、旧約聖書やギリシャ神話、さらには中東の他の文化にも取り入れられ、形を変えて語り継がれています。また、シュメールの宗教的儀式や象徴は、現代の文化にも名残を留めています。例えば、天と地を結ぶ存在としてのジックラト階段上の神殿は、後の宗教建築のモデルともなりました。このように、シュメール文明が残した精神的な遺産は、現代社会の価値観や文化の中にも深く根付いているのです。5、シュメール文明から学ぶ現代への教訓。シュメール文明の衰退は、現代社会への重要な警告とも言えます。環境の変化や塩害、過剰な資源利用が彼らの文明を衰退させたように、現代も同じリスクに直面しています。持続可能な社会を築くためには、シュメール人の歴史を反面教師とする必要があるでしょう。また、都市間の争いや外部勢力の侵入も、シュメール文明が衰退する一因となりました。この歴史は、平和と協力の重要性を私たちに教えています。歴史を振り返ることで、未来のリスクを回避し、より良い社会を築く手がかりを得ることができるのです。シュメール文明の遺産のまとめ。シュメール人は姿を消しましたが、彼らが築いた文明の影響は今日に至るまで生き続けています。くさび型文字や法律、農業技術、宗教的な思想、これらの遺産は、私たちが享受している文化や社会の基盤となっています。シュメール人が歴史に残した痕跡をたどることは、私たちのルーツを知ることでもあり、未来へのヒントを得ることでもあります。歴史の闇に隠されたシュメール人の物語は、私たちにどのような教訓を与えてくれるのでしょうか。シュメール文明は、歴史の中で最も早い時期に花開いた文明の一つでありながら、その消滅とともに多くの謎を残しました。彼らが築いた文化や技術は、後の文明に受け継がれ、現代の私たちの生活にも影響を与えています。しかし、彼らがなぜ突然歴史の舞台から姿を消したのか、その理由は今もはっきりとは解明されていません。今回の探求では、シュメール人の失踪に関する様々な説を紹介しました。視聴者の皆さんも、シュメール文明の歴史に思いを馳せてみてください。最後に、このシュメール文明にまつわる壮大な物語に興味を持っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。これからも歴史の謎や都市伝説、古代文明の驚きに満ちたストーリーをお届けしていきます。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。